今回はスーパーで買ってきた1週間分の食材をお値段と一緒に大発表動画の後半ではスウェーデンの平均年収や生活費、食費のお話を取り上げたんですが、どっちの生活の方が高いの意外な結論が面白かったので、ぜひ最後までご覧ください。ということで帰ってきました。前回のスーパー動画ご覧になってない方がいたら、ぜひそちらもご覧ください。今回購入したのが55点、合計55点買いました。簡単に紹介していきたいと思います。お肉は今回ひき肉2キロ買いました。でこれはこっちではこんな風にお肉って売ってあって、ブロックでね、だからブロックのお肉も買ってます。でいつもパンとかに乗せて食べる用のハム、サウナスモークとって書いてあるから、ちょっとここでハムコーナーのご紹介。スウェーデンでは一般的なポークハムの他にもチキンや七面鳥という種類のものがあったり、調理方法別でも売られていて、私たちのお気に入りはサウナでスモークされたポークハム。味わい深くてとっても美味しいですよ。でベーコンね、四角くなってるタイプのベーコンを2つ、チーズはこれも2つで28クロノとかだったのでこれ買って、でこれも今回お安くなったのでザ・外国のチーズっていう感じのチーズを2種類買いました。このチーズをね、朝ごはんとかでチーズナイフで削って食べます。これもチーズかな、塗るタイプのね、すごい美味しいチーズを買ってます。カルボナーラが結構作るの好きなので、カルボナーラ用に粉チーズ買いました。まだ乳製品続くんですけど、サワークリームをタコスで食べたくって買ってます。で牛乳、ローカルの会社の牛乳もいつも買っていて、これぐらい大きいやつ、ほぼ2リットルのやつを大体2本か3本ぐらい毎週買って、私は飲まないんですけどヨハンさんが飲むのでこれを買ってますね。次パンコーナー。パンはこの丸いタイプの甘いんだよね。これバターのせてチーズのせてハムのせて食べるともちもちして美味しくて、で私たちが好きなこういう硬いタイプのパンもこれも買いました。塩気があるやつなのであんまり食べ過ぎないようにはしてます。あとこれもパンでクナイテブレっていうタイプのパンで、とても食べやすくて美味しいパンです。今回は購入しなかったんですが、トースト用のパンも値段が安い時に買っておいて、1斤くらいは常に冷凍庫の中にあるという状態にしています。お米をね、今回5キロ買いました。もち米、結構スティッキーなタイプのお米です。で朝ごはんで言うとシリアルも、これもねちょっと安くなってたので初めて買うんですけど、チョコレートボールで使いました。卵です。今回安かったので買いました。で実はスウェーデンで生卵食べれるので、結構朝ごはんとかで卵かけご飯とかにして食べてます。ラーメンも家にあったらいいなということで2つ買いました。フルーツは量り売りのバナナと、これは1本何円とかで買える150円ぐらいかな、きゅうりと、これ量り売りで2つ買って、ここも量り売りで、アボカドは1個何円で買いました。で目の前のがクラッカー、小腹空いた時とかによく食べる、いろいろある中で今回はパプリカとソルト&ペッパーを選びました。で私たちが大好きなタコスのトルティーヤも買って、あとブドウですね。犬のうんちバッグと犬用のキャンディー、そして醤油にまたスーパーからです。キッコーマンのお醤油がスウェーデンでは一番主流で、1リットルのボトルからグルテンフリーやオーガニック、醤油差しサイズのサイズ感のものまでいろいろ取り揃えてありました。こっち側はあれです。こちらはピーカンとメープルシロップのパイ。普段は1つ100円なのに、この時は4つ230円で売られていました。でこれがコーヒーで、これがオーツ麦のチョコレートドリンク、すごく美味しかったのでこれ、もう一回買いました。で、タコス用で使うコーンにタコスのソースかな、以上で計55点で
1万5000円、1万4000円ぐらい。一つだけ多分 25% のやつがあるんですけど、食品は基本的に12% が消費税になっています。動画の後半は皆さんが気になるスウェーデンの平均収入のお話です。前回のスーパー動画で商品一つ一つのお値段をご覧いただいたと思うんですが、ここから後半はスウェーデンの食費の話、生活費の話、お給料の話をしていきたいと思います。ではまずはお給料から。スウェーデンの統計局 SCB が行った2020年の調査では、スウェーデンに住む人の平均年収は34万3900クローナ、日本円に換算すると447万円でした。そして日本の国税庁が同年2020年に発表した日本での平均年収は433万円。単純計算をするとスウェーデンの方が日本より13万円分だけ多いことがわかります。では次に家計調査というものから生活費を比べてみたいんですが、2020年日本の単身世帯の平均の生活費は15万円、1世帯あたりの生活費は平均で23万円でした。それと比べてスウェーデンはどうかというと、単身世帯が15万円、2人の世帯が23万円、お子さんがいる家庭は子供1人につき4万円から6万円がプラスされると考えられています。最後に今回取り上げた食費についてお話ししていきたいと思います。日本では2人以上の世帯になると食費が月平均で8万円かかると言われています。そしてスウェーデンの統計によると、食費は1人につき4万円、子供は1人当たり1万円から3万5千円と言われています。私たちのケースでお話しすると、今回のお買い物がだいたい1万5千円ぐらいだったので、それを4週間分で計算すると6万円なので、こちらもあまり日本と差がないように感じています。とは言っても私たちもノルウェーに旅行に行くと、ノルウェーってすごく物価が高いなとか、フィンランドに行けばユーロで支払うので為替の影響ですごく高く感じるっていうのがあるので、日本からスウェーデンに旅行に来る方とかは買い物に行けば物価高いっていう風な印象になるかなとも思います。でも住む暮らすという意味で考えると、日本もスウェーデンもあまり生活費の差がないのかなというふうに個人的には感じました。一つ考慮しなくちゃいけないのが、私たちが住んでいる環境で北スウェーデンの田舎町に住んでいて、ナイトライフとか娯楽があまりないところに住んでいるので、とても静かな暮らしをしています。もしかしたら私たちもストックホルムとか大きな都市に住むとなれば、生活費ももうちょっと変わって、スウェーデンに住む方が高いって感じるのかもしれないなと思いました。今回は平均のお話をしたんですが、私とヨハンの2人暮らしでプラス犬が2匹いるんですが、私たちが1ヶ月にいくら使っているか、食費、住宅費、あとペット、なんかいろいろあると思うんですが、それにどれぐらいのお金を使っているかっていうのは、もし興味があるという方がいたら、動画にしようかなと思っています。ぜひコメント欄の方で、リクエストとか質問があれば書いていってください。ということで今回も最後までご覧くださりありがとうございました。また来週もお会いしましょう。ヘイロー。